れケンメリの52年 GC111 ってやつですね。ケンメリの中では年代的には後期型に入りますかね。これのやっぱりトップは GTR にはなると思うんですけど、 GTR っていうのは、48年に作られた1年間に197台作られた段階でオイルショックで生産をやめてしまったので、世界に197台しかないんですよ。で実際レースに使われはしなかったんですけど、日産でテストに使ったりだとか、そういうので現存している台数もかなりは少ないんですけど、非常に希少性の高い車ではあります。でそれをイメージしたというか、それの当時のレースカーをイメージした製作した感じのエアロパーツになってますかね、これは。じゃあここで作業をするので、これはもう新しいキャブレターがついちゃった状態で、今ついちゃった状態からこれから最終的に今つけただけだとちゃんとセッティングは何にも出てないので、ここから細かい調整に入るんですけど、ウェーバー社っていうウェーバー社の 45π ですね。45π、ここの口径がこの中の口径ですね。これが 45π のキャブレターで DCOE9 って言われるもので、対策前と言われるやつですね。排ガス対策でこの後に出たやつがあるんだけど、それちょっとねパワーが出づらいとか、あとレスポンスが悪いとか、チューニングカーにはそんなには向かないかなっていうキャブレターがあるんで、それじゃない方のちょっとレスポンスのいい方のキャブレターを使ってます。この中にジェットっていう燃料の量を決めるものが入ってるんですね。エンジンがかかった時にエンジンに必要なガソリンを送り込む部品なんですけど、この中に入っているジェット類で実際エンジンの中に吹き込まれるガソリンの量が決まるんです。でそれをまず合わせるんですけど、その前にこの中にフロート室って言ってガソリンを溜めておく部屋があって、この中のガソリンの高さ、これまず全部合わせないといけないんですよね。そうしないとバラバラになっちゃうので、燃料が入ってくる量がバラバラになっちゃうので、まず油面と呼ばれるものなんですけども、ガソリンの油面を合わせる、その作業が一番最初です。キャブレターに溜まっているガソリンの量を揃えるってことですね。中に溜まっているフロート室に溜まっている量、高さをこれで3つ揃える作業です。油面調整っていう。この中に部屋があるんですけども、ちょっと見えづらいかな。この中がフロート室のこの筒の中がね、今筒が入ってた中がフロート室で、この中の高さを決めるんですけど、普通のノーギスを刺して油面についたところで実際の高さを見るっていう、33ぐらいなんですね。ちょっと低いかなっていう感じはします。ちょっと低いなってなったら、これを変えるのが、ここの中にフロートっていう浮き輪みたいのがついてるんですよ。それの浮き輪の角度を変えて油面の高さを変えるんで、今ちょっと外してみせますね。こういった仕組みになってます。さっき言ったフロート室というのがこの中にガソリンが溜まってて、これの高さを合わせたいんです。このニードルバルブって言われる部分からガソリンが出てくるんですけど、フロートがガソリンが増えてくるとこうなって、これで止まります。ここで栓されちゃうので、使って減ってくると貫通してガソリンがまた入ってくるっていう、止まる位置の高さを変えたいんです。今これが油面が低い、もうちょっと入れたいってことなんで、この上がる位置をちょっと変えます。ここが当たってさっきのニードルバルブのところにこれが止まるんでね、これをもうちょっと止めるのを遅らせたい、油面が低いので遅らせたいということで、ちょっとだけこれを曲げます。フロートを1ミリ上げれば実際1ミリ以上上がったりとか2ミリ上がったりとかするので、何回かの微調整が必要ですね。
じゃあこれで1ミリ程度変えたのでまた戻します。これで3機全部均等に決められた高さ、ウェーバーだったら何ミリ、ソレックスだったら何ミリっていう高さが、夢の高さが一応決まっているので、その範囲に入るようになるべく誤差の範囲が少なくなるように、この3機の誤差の範囲が少なくなるように調整します。夢の高さが違うと入ってくる燃料の量が変わってきちゃうので、ひどすぎるとオーバーフローって言ってガソリンが溢れてきちゃったりとか、そういうことになっちゃうので、基本的に一番最初の最初で夢をなるべくきっちり左右合わせてあげるのがベストです。今だいたい 29.5 ぐらいかな、基準値くらいで、これを3つ全部合わせていくっていう。次はスロットルの同調とか、あとキャブレター自体の同調とかを取るんですけど、これはエンジンかけての作業になりますね。じゃあこれで一回エンジンを始動しますね。これである程度暖気、エンジンが本来の稼働するのに適した温度、水温が80度とかになって、ラジエーターまでしっかり温まるまで回してあげて、それからキャブレターのセッティングに入っていく。これフローメーターってキャブレターの吸い込んでる圧力が見れるものなので、これを当てて、これも数値を合わせていきたい。これがスロットルの中のバタフライの調整する、開き具合を調整するスクリューなんで、これを締めてあげればこの数値が上がっていく、戻していけば下がっていく。で大体3つ。今のでだいたいスロットルの空いてる回路、アイドリングでの空いてる回路がだいたい揃った感じになります。そしたら最終的にここアイドルミクスチャースクリューって言って、アイドリング時の空気とガソリンの割合を決めるっていうのかな。これ空気の道を、広さを決めるスクリューなんで、一旦締め込んでってもらって、一番締まった状態からちょっとずつ戻していく。一番回転が高くなったところで止めるのが、セオリーというか、ちょっと分かりづらいけど、よく聞いていると回転が上がるので。
大体これでワンクールって感じで、これで1回終了で試運転